はい、適当ソング。今日は、裁断が楽しくなる道具紹介ってことで紹介していこうと思います。これちょっとサムネ的に美しいかなと思って適当に並べてるだけで、主に紹介するのはこの2つですね。多分洋裁初心者とか趣味でやってる人はこういうの見覚えないと思うんで、縫製工場とかサンプル縫製はこういうの使って、型紙も綺麗に裁断までやっていくっていう感じなんで紹介していこうと思います。で、今回使うのが、ケープ、こういう感じですね。映ってなかったらごめんなさい。ケープの型紙ですね。で、ここに大きいダーツがあって、で、もう一個あります。後ろと前でこういう感じであるんですけど、それに、まず型紙に穴開けて印していくんですけど、そういう時に使います。これ何かっていうと、簡単に言ったら切符切りなんですよね。こういう風に見えるかな。こういう感じで、切り込みが入れられるんですよね。と、これも単純にスクリューポンチって言って結構すごいんですよね。こう伝わりますか？回転しながら穴開けていくって感じで、これ僕の記憶で、1500円ぐらいで3000円ぐらい。一応 URL 貼っとくんで、気になった方はそちらから購入してください。で、これなんか探せばもっと安いのあるんですけど、これは別に安いのでも全然いいんですけど、こちらのスクリューポンチの方はURL 貼っとくんで、それ買った方がいいですね。安いスクリューポンチとかだと使ってるとここがなんか取れてきて全然作業効率悪いじゃんみたいな、結構チャッチいんですね。だからなんか日本製の僕がおすすめするのをお金ある方は買ってください。なかったら全然お試しとかで安いのでもいいんですけど、そういう失敗する可能性あるっていうのを覚悟しておいてください。じゃあちょっとやっていこうと思います。じゃあまず、布を裁断する前に印を穴開けるんですけど、今回丁寧なやり方でやりますんで、量産もそのまま使えるやり方ですね。まずセロテープとか、これ相手先のものだったら目立たないように後ろ側とかでもいいんですけど、セロテープ貼って、で穴開けるんですよね。でこれなんでかっていうと、強度が使えるんですよ。強度が増す。こういう風に量産とか何十枚も縫う時にこういう紙当てて裁断して印してとかやっていくんですけど、これにセロテープ貼らないとどうしても、木の枝で穴をえぐってるってことになるんで破れてきたりするんですよね、紙だから。だからセロテープとかで補強することでこの穴が広がらず安定した場所に使えるっていうので、セロテープ貼る理由はそれです。でこの切符切りでこういう風に入れてあげて、裁断した後にこのように印して使ったりします。はい、じゃあ反対もやっていきますか。このダーツの延長線上のところとここですねに穴開けていきます。で今回は丁寧なやり方なんでセロテープを貼ってあげて破れ防止をしておきます。でこれ1枚しか使う予定なかったり、量産しないって趣味用に使うとかそういう感じの人は全然使う必要ないんで大丈夫です。こういう感じですね。で開きましたんで、あと脇合わせとかするのにここ合い印1箇所入れときましょうか。今回適当で真ん中ら辺に入れたいんで、裾から真ん中っぽい23センチぐらいに入れときます。これはもうあくまで例えの例なんで全然いいですよ、何でも。はい。でこういう風に入れて、でこう脇の合い印もこうやって入れとくことで、これちょっとすいません、セロテープ貼るの忘れちゃったんですけど、こういう感じで入れて裁断します。でこれ両方同じような感じなんで片方だけ裁断してみます。じゃあ
裁断してきます。文鎮ですね。これも普通に小学生とか中学生の使う習字用の文鎮とか使えば全然わざわざ本格的なの買わなくても僕はいいと思います。はい、じゃあ切ってきます。こういう感じでコロコロカッターとかロータリーカッターって言いますね。円形状になった刃で布は切っていった方が作業効率いいです。カッティングボードとかがない人はハサミ使えばいいと思うんですけど、大きいボードとかがある方はこうやってやった方が絶対作業効率いいですね。はい、でここですね。このダーツのところはこうやって飛び出てるんで、ある程度切れるとこまでは切って、はい、こういう感じでその後にこのボタンのみとかボタンのホール開けたりする時にこうやって切り込み入れるんですけど、これでノッチは切り込み入れた方がいいです。なんでかっていうと、これは丸い刃なんで、これまとめて 3,4 枚裁断する場合とかの話ですけど、円形だからノッチ入れた時に刃がずれるんですよね。なんでまっすぐな刃でこうやって直線的に印入れてあげた方が、何枚も重ねて裁断したり印する時は、印が写ったり写んなかったりっていうことがないです。円形だとどうしても丸い刃なんで、表の1枚入ったつもりでも下がどんどん円でずれていくんで、そういう考えをちょっと覚えておいてください。でこういう風にやって、で基本的に中表で僕の場合は裁断するんで、ダーツは裏側、中表だったらこれ裏側になりますんで、裏に印こうやって入れてやります。そしたら裁断完了ですね。ここにノッチ刻み入って印、刻み入って印、もし刻みほつれちゃって見失ってもこの印があるんで大体見えます。で縫製していく感じですね。じゃあ今回こういう感じで、一応これもノッチ入れ用とかに使うかもしれないんで、ネットで探して URL 貼っときます。ご視聴ありがとうございました。